これまでの2つの動画で、日本が開発した P1 哨戒機の機体性能、エンジンについて解説しました。哨戒機の任務は、広い海域で水上艦、潜水艦を監視し、必要に応じて攻撃することが求められるため、安定して長く飛行できる機体、エンジンが開発されました。本機は、機体、エンジン、搭載システムについて哨戒機用に設計しており、これは他に例のない特徴と言えます。今回は3搭載システム編ということで、搭載されている音響システム、レーダーシステム、戦闘指揮システム、アビオニクスなどの概要を解説します。なお、今回の内容は公開されている情報が少なく、古い情報が含まれたり、曖昧な表現もあると思いますがご了承ください。まずは、対戦線の概要、その中で本機が果たす役割について説明した後、搭載システムの概要、乗員の配置と役割、レーダー、音響システムなどについて解説します。対潜水艦船の概要。潜水艦の最大の特徴は、水中に潜って隠密行動ができること。水上艦であれば、レーダーや目視で発見しやすいが、潜水艦は、先行していれば、その発見は難しい。レーダーで使う電波や光は減衰が大きく、海の中では、せいぜい数十メートルくらいしか届かない。代わりに遠くまで届く音波が使われる。音波は、水中では空気中の約5倍、1秒あたり約1500メートルの速さで伝わる。時速に換算すると、約 5400km マッハ5とかなり速い。音波を使った潜水艦探知の方法として、1、パッシブソナー、2、アクティブソナーがある。パッシブソナーは、潜水艦から発せられる音を聞くもの。エンジン、ポンプ、電気機器、スクリューの発する音などを聞いて方位を確認する。ただ聞くだけなので、相手に気づかれにくい利点がある。アクティブソナーは、音をこちらから出して、反射して帰ってくる音から方位、距離を確認する。こちら側の存在を相手に気づかれてしまう短所があるが、相手の方位だけでなく距離まで確認できる。哨戒機の場合、ソナーがついた部位、その部位を使う。このその部位は空中から投下され、水面に当たると分離して、部位とアンテナを水面に、ソナー部分は指定の水深まで降りていく。その部位にもパッシブ、アクティブの2種類があり、それで探知する仕組みだ。ただし、潜水艦は闇雲に探しても、そう簡単には見つからない。干し草の山から針を見つけるに等しいと表現されたことがあるくらいだ。そのため、まずは、潜水艦の基地、チョークポイントへの出入りを確認する偵察衛星、または、固定式の水中センサー、水中警戒システム、それらでカバーできない海域は、音響測定艦での探知など、戦略システムで潜水艦探知情報を収集、解析して、およその位置情報を得る。その情報をもとに、哨戒機、哨戒ヘリ、潜水艦、水上艦などの戦術システムで、目標が潜水艦であると確認し、目標識別、正確な位置をつかみ、位置極限、必要な場合は攻撃と移ることが基本だ。P1 は、このような日本の対戦線 ASW システムの一部として機能している。その特徴である、高速性による潜水艦、水上艦探知位置への迅速な移動、低速での長距離安定飛行による広域監視、今回説明する搭載システムによる静粛な潜水艦の探知が期待されている。搭載システムの概要。P1 が備えるアンテナセンサー類を機種前方から説明する。レーダーは HPS106。波長が短く小型でも反射波が捉えやすい X バンドの AESA レーダーを備え、機種に1つ、左右側面に1つずつ、計3つのアンテナを持つ。機種の下部にHAQ2 光学赤外線探査装置のターレットがあり、可視光赤外線画像を取得できる。敵のレーダー波を逆探知、解析する ESM 電子線支援装置のポッドを全動上部、センサーを主翼端に備える。これにより、潜水艦、水上艦などの電波を捉え、方位、レーダーの種別、発信源を分析する。相手が何かを探しているのか、こちらを攻撃しようとしているのか分かったりもする。コックピット前方飛び部にあるのがミサイル警戒センサー。360度をカバーして瞬時に反応するもので、
先ほどの ESM などと組み合わせて、磁気防御装置 HL94 を構成している。各センサー情報から磁気の強移度を判定し、必要に応じてチャフレアを発射する仕組みだ。中道上部にあるのが衛星通信装置 SATCOM とデータリンクのアンテナ。伝送速度の速いリンク16に対応し、各プラットフォームとの情報共有が可能。機体尾部には磁気探知機マットがついている。潜水艦の発する磁気を探知し、攻撃前の詳細な位置の確認に使用する。機体の下側には、距離、方位情報を確認するための多管、ソノブイ受信装置、敵味方識別装置、IFF のアンテナなどがついている。本機では、潜水艦や不審船を探知する音響システム、情報を適切に処理、表示する戦闘式システムの性能が向上した。潜水艦の音をその部位で探知するのだが、音波は音速の低い方へ曲がるという厄介な性質がある。距離的には近くても、潜水艦の音が下に曲がってしまい、聞こえにくいという場合もある。その部位を設置する際、その状況に最適な部位の種類、深度、数の選択、相手の進路、速度、距離、行動傾向を考慮した部位の設置など、いろいろと考慮する必要がある。B1 では、静かな潜水艦の探知能力、浅海域での探知能力が向上したほか、取るべき戦術を AI が提示し、より高度な作戦をしやすくなり、作業負担も軽減された。また、各センサから入ってくる多くの情報について、乗員がわかりやすい表示、仕組みとなり、状況判断がしやすくなっている。乗員の配置と役割。機種から、ビブの順に、乗員の配置、役割を説明する。コックピットには、正、副、2人の操縦士、パイロットと機上整備員、フライトエンジニアが配置されている。正操縦士は、操縦のほか、各種装置への入力をし、安全に運航する責任を持つ。副操縦士は、その補佐にあたる。機上整備員、フライトエンジニアは、搭載システムの状態の把握、エンジン、電子機器の状況を見る。P3C では2人であったが、B1 では、業務を簡素化し、1人で担当している。操縦士の補佐をすることもある。次にいるのが第1第2の戦術航空士。タコと呼ばれる。P1 では、作戦の高度化に対応して、P3C より1人多くなり、タコ2はタコ1を補佐する。タコは、各員から上がる情報をもとに、紹介パターン、その部位の敷設など戦術式にあたる。P1 の頭脳と言える存在だ。操縦を理解した上でパイロットにも指揮する必要があるので、操縦過程の初等訓練を受けた者が担当している。その後ろには、第1から第4機上任務員が横並びで配置されている。第1、第2機上任務員は音響担当で、音響センサ、その部位、データを解析し、目標の探知、種類の判定、追尾状況の報告をする。第3、第4機上任務員は非音響担当で、レーダー、逆探知機、マッド、光学、赤外線探査装置などのデータに基づいて、目標の識別等をする。後部胴体の左側には機上電子整備員がいる。通信装置、広報装置、レーダー、光学装置などの状況把握、不具合対処を担当。後部胴体の右側には機上武器員がいる。魚雷、その部位など武器システム等の状態を把握、管理する。警戒監視時には、機内から撮影をする。これ以外に、14人分の予備席がある。なお、機長は、操縦士または戦術航空士のいずれか、階級が高い方が担当する。搭乗員は、各座席にある戦闘式システムの端末と、音声通信、ヘッドセットで連携をとっている。搭載システムの詳細。捜索用レーダー。P1 は、広い海域で、潜水艦、水上艦を発見するために、様々なセンサーを備えている。水上艦や潜水艦が浮上航行しているとき、または、水面に潜望鏡を出しているときに発見するために使うのがレーダー。機種に、1つ、コックピット下の左右に1つずつ。窒化ガリウムを使用した国産のエイサレーダー HPS106 のアンテナがついている。これは、機種方向から左右に 120.2 度ずつ、前方約240度をカバーできる。使用書を見ても、
3つのアンテナ、空中線で構成されているから、後方向けにはないようだ。なお、各アンテナ自体は、方位95度以上、仰角60以上を捜索できるが、エンジンの位置の関係で捜索範囲が狭まっているものとみられる。レーダーには、複数のモードが搭載されており、捜索対象が、水上艦などの位置、水上捜索、潜水艦の潜望鏡、航跡、ウ機などの2、小目標捜索、戦闘機などの3、対空、陸上の移動車両を検出する4、陸上移動目標検知、周辺の気象や地形を表示する5、後方気象など、様々な目標用のモードを選択できる。各モードは、通常捜索、近距離捜索、セクタ捜索のサブモードがあり、捜索の距離、角度を変えて探知可能。セクタ捜索とは、方位を限定し、通常より遠くを捜索するものだ。なお、各モードの最大探知距離は、近距離捜索を除いてほとんど公開されていない。また、合成開口レーダー、SAR、逆合成開口レーダー、ISAR のモードも備えている。SAR は、固定目標や水上艦の画像を生成、表示するために用いられる。太陽光ではなく、マイクロ波を送受信して観測するので、夜間でも雲があっても問題ない。ちなみに、SAR の基本的な原理は、機体の移動を利用するもの。電波を飛行しながら送受信し、得たデータを合成することで、移動距離 L と同じ大きさのアンテナと同等の画像情報が得られる。小さなアンテナで高い解像度を得るものだ。2つのモードを備えており、進行方向の広い範囲の画像を得るストリップマップと1箇所を集中的に観測し、詳細な画像を得るスポットライトモードがある。ストリップマップモードの解像度は3メートルからで、スポットライトモードは公開されていないが 1.5 メートルくらいだろうか。逆合成開口レーダー ISAR については、SAR とは反対で、目標が動くのを利用したもので、移動目標の画像が得られる。ISAR では、指定した一つの目標の自動追尾が可能。本レーダーの特徴としては、以上のようなモードを組み合わせて使用できるところだ。水上目標の捜索をしながら、小目標の捜索、対空、ISAR モードを使用できる。光波装置。機種の下部には、HAQ2 光学赤外線探査装置、EO/IR のターレットがあり、必要に応じて出し入れできる。この光波装置は、可視光、中赤外線、遠赤外線の画像を取得できる。また、可視光と各画像と組み合わせて複合画像ができる。なお、中赤外線は高温目標、遠赤外線は常温目標の検知に向いている。光波装置は物体が自然に発する赤外線を検出するパッシブ方式なので、捜索していることを気づかれにくい性質がある。ただし、可視光ほどではないものの、雲や天候により影響を受けやすく、探知できる距離は比較的短いという弱点がある。このターレットは、機体より下側に設置されているので、回転して360度の方位を観測でき、機種前方から下側、不行方向にかけて、15度からマイナス105度まで視軸が動く。自動操作、選択目標の追尾、指定した定点の追尾などの機能を持つ。潜水艦のシュノーケルから出る排気は高温なため、赤外線センサーで見つけられるかもしれない。また、潜望鏡深度で移動していれば、特徴的なウ気、航跡が出るので発見できるかもしれない。磁気探知装置、MAD。機体のビブには、磁気探知装置、MADブームがある。方位磁石が北を指すように、地球には地磁気がある。鉄の塊である潜水艦は、磁場を乱すため、その変化具合から潜水艦の位置を確認するものだ。カナダ CAE 社と技術提携をし、同社製品 AN/ASQ508V と同等の機器として、MAD の検知部、磁力計、増幅器、計算機をライセンス生産している。時間信号処理機については国内開発品で、これは磁力データの解析処理をするもの。上記のライセンス機器と組み合わせて HS900 に磁気探知装置が構成されている。本機で探知できる距離は公表されていないが、ライセンス元の CAE 社のMADのある製品の最大探知距離は約1200メートルとされ、その当たりと思われる。
潜水艦の船体に電流を流して表示されると探知しづらいかもしれないが、潜水艦に攻撃をする際の最終位置の確認にマッドが使用される。マッドからの距離に左右されるため、哨戒機は低空を飛行して探知範囲を広げている。なお、P8 では、その部位の進化により、マッドがなくても P3C 以上の対戦線ができるとしてマッドを装備しなかった。ただし、ボーイング担当者は、マッドの価値は依然として低下はしていない。運用者がどのような対戦線を構想するかで、マッドが必要か否かが決まるとの趣旨の発言をしている。水深が浅い沖縄周辺海域では、海底で音が反響して探知が難しいが、その際にマッドが役立つと思われる。音響システムと戦闘式システム。水中に潜航された場合には、音響システムとその部位に頼ることとなる。主脚の後部に38個のソノブイ発射口がある。後方向きに放たれたソノブイは、狙ったところへ配置される。ソノブイは種類が多くあり、状況に合わせて選択する必要がある。最初に投下されるのは、水の密度に影響を与える水温などを測る部位だ。水の密度によって、音の伝わり方は、3次元方向に大きく変わるためだ。その後、アクティブ・パッシブ、指向性のある、なし、設定深度、配置パターンを選択して、その部位が使用される。P1 の音響システムは、その部位に、音波の発信などの指示を与えるソノブイ管制装置送信機、音響情報を受信するソノブイ受信装置、得た情報を処理する音響処理装置、そのデータを記録しておく記録再生装置で構成される。P3C から向上した点としては、潜水艦の推進機関が発する信号の処理能力の向上、魚雷発射管の開閉音、舵を切る時の音の探知、雑音の適切な処理などがある。静かな潜水艦の探知能力、旋回域の探知能力などが強化された。P1 の戦闘式システム CDS は、各システムからの情報を統合処理して、乗員の判断や意思決定を支援するとともに、人工知能により戦術パターンから取るべき戦術や操作を提案してくれるという。ベテランの経験、知識に頼っていた部分をシステム化でき、技術の進歩に合わせた高度な対戦任務が行え、乗員の負荷軽減にもつながっている。能力向上型 P1。2020年度予算からは、能力向上型の P1 が調達されている。これは、2020年代以降の潜水艦の静粛化、高性能化などに対抗するため、音響、光波、レーダーの各システムの能力を向上させ、これに伴い増大する戦査情報、戦術情報の処理を効率よく、リアルタイム処理できる戦闘式システムにするというもの。詳細は公開されていないが、研究開発事業、哨戒機搭載システムの対戦能力向上の内容がそのまま搭載されたと想定して紹介する。音響システムでは、潜水艦発射口の開閉など、一時的な音の適切な処理、目標探知、識別、追尾を高精度で処理するなど、全体的な能力を向上する。また、音源部位からの音を複数の部位で受信するマルチスタティック戦術の能力が向上する。残響雑音のレベルを下げ、静かな潜水艦の探知確率が上がる。光波システムでは、2波長赤外線センサーを採用。遠赤外線画像と中赤外線画像を組み合わせることで、海面クラッタの低減、潜水艦の航跡、明記検出能力の向上を実現。レーダーシステムでは、潜水艦の潜航時に現れる海流の変化、航行時の航跡など、海面のわずかな変化を監視して、潜水艦の探知能力が向上した。価格。十分な哨戒能力を確保するには、できるだけ安く作り、多く配備したいものだ。だが、残念ながら、当初想定していたよりも価格は高くなっている。2015年度は、4年分として、20機を大量調達して175億円に抑えられたが、その後は220億円程度と高くなっている。財務省の分析によると、P1 だけでなく他の機体も含めた話だが、輸入部品の価格が上昇しており、国産部品についてもそれを構成する基幹部品に輸入品が含まれていて、上昇傾向にあるそうだ。その原因として、輸入部品について、製造中止や民生品の仕様変更が起こり、
再設計費が発生したこと、その他、自衛隊機向けの独自仕様にしたことなどを挙げている。国産機を安く生産できるよう、コスト、調達の仕組みを改善して、引き続き開発・生産体制を維持したいものだ。参考に、P8 ポセイドンの価格も見ておこう。FMS 対外優勝軍事援助で購入した場合の価格は、1機当たり約300億円ほど。開発費を含めても、現在の P1 よりは、やや高い価格だが、P1 がさらに高くなると、そうも言えなくなってくる。もちろん、国内にお金が落ちるのと、ライセンス生産も何も無視で海外に払うだけとは大きく違うし、長期的な維持管理費、能力の差などもあるので、単純な初期コストだけでの比較はできないが、P8 の場合、マッドがないことと合わせて、無人機との連携についてよく話に上がる。洋上監視を MQ4C トライトンに任せ、不審な目標の連絡を受けると P8 が急行し、P8 は対戦線などに専念するというものだ。ただし、トライトンは2020年度時点で1機当たり287億円と高く、対戦線もできない。もし日本で導入するなら、海上保安庁で実証実験をし、来年度予算で概算要求をした MQ9B スカイガーディアンだろうか。こちらは MQ4C よりは安くて、様々な機器を追加でき、現在、その部位を投下するタイプも開発中である。B1 哨戒機には11人の乗員が必要で、航空優勢が奪われた場合には運用が困難だが、無人機なら多少危険なところにも送り込める利点がある。陸上の基地から専門の訓練を受けた者が操作をするため、人員不足の解消にはならないかもしれないが、脅威圏下での運用や人員配置の効率化、作業負担の軽減は期待できる。兵器、その部位搭載量や短期でできる能力で劣るため、置き換えはできないが、対戦線を支えるものにできそうだ。対戦線をするシステムの一つとして B1 があると先にも述べた。来年度予算として、海上自衛隊は、このような対空型無人機の試験運用として50億円を要求した。将来は、無人機、UUV 水中無人機と組み合わせて、水上、水中からの監視を強化して対戦線をするものとみられる。まとめ。P1 は B3C の後継機として開発された。大きな主翼、燃費の良い高バイパス比エンジンを採用したため、B3C よりも早く現地へ迎え、より長い時間、哨戒活動ができる。大型のウェポンベイ、主翼下のパイロンにミサイル、単魚雷を搭載し、長距離からの攻撃も可能。窒化ガリウムを使用した高性能レーダー、可視画像と赤外線画像の組み合わせもできる光学、赤外線探査装置などを備え、高い探知識別能力を実現。その V 搭載数も P3C よりも増え、音源 V と受信 V の組み合わせによるマルチスタティック戦術により、静かな潜水艦の探知確率が向上。これらの情報を統合処理して、乗員の判断や意思決定を支援する、高速かつ自動化された戦闘式システムにより、高い情報処理能力と武器完成能力を実現した。初飛行から10年以上が過ぎ、その間の研究開発を反映させた能力向上型の P1 が開発され、探知識別能力、飛行性能、情報処理能力等が向上した。日本の大型哨戒機の運用史を見ると、P2V や P2J は、対戦機材の陳腐化などで、運用期間が比較的短くなった。P3C は、運用中に能力向上が図られたこともあってか、運用年数は比較的長く、現在も延命処置を行って、長く利用しようとしている。P1 は、哨戒機用に開発された優れた機体性能を持っているので、その時々に必要な能力を備えられるようアップデートして長く活躍してもらいたいものだ。今回は B1 哨戒機の搭載システムについて解説してみました。潜水艦や哨戒機については特に前知識がなく、わからない部分が多かったので、時間がかかってしまいましたが、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。